暗号解読の歴史は解読者たちを農病院送りにしてきた歴史でもある。解読に取りつかれて日常生活に支障をきたすのだ。变得太过于执着吧。入れ墨認否が揃わな好大呀，这着手すべきでないと判断していた。很大一张地图。誰か軍からさらってきましょうか。いや、暗号解読者の協力がなければ解けないような複雑な暗号にしているとは考えがたい。娘のアシリパが解読できる程度のものにしているはずだ。おい杉本、これはなんて読む？他又不认字儿。書いてあげる。父からは学校に行って勉強しろと言われたんだけどな。所以他爸爸留下的暗号肯定应该跟这些字儿没关系吧？漢字なんて知らなくても生きていける。お前もそう思うだろ、杉本。どうした杉本？さっきから岩石の土を眺めて。所以可能跟这些文字本身的含义是差别很大的。気づいてることがあるけど、お前らには教えてやんねえ。就吊你们胃口，谁让你们说我笨的？我觉得这一点很有意思，因为威鲁克他肯定是在已知他女儿的知识范畴下给他一种暗号。所以这就是跟阿斯伊帕的记忆非常相关，因为可能记忆才是打开的唯一钥匙，或者说就是跟他们这种民族的这种口传文化有关吧。这些汉字在这个地图中起到的意义，可能只是像一个图标、图腾一样，而且这些汉字还可以去迷惑那些识字儿的想要去追寻黄金的人，因为大概率他们并不知道这些汉字只是一个外壳而已。终于看到他们了。お嬢さん方、これが何なのか教えてほしい。何かしらこれ。あんたわかる？何かの爪、それとも植物かね？これは網走監獄の隠し部屋にあった。犬堂四郎助の情報によれば。还有根据这个去找那个地图。土井新造は8年前に釧路の海岸で捕まり収監された。これが奴を見つける手がかりになるかと思ったが。そこのアイヌのヤンシュウさん。我记得他之前也有出现。ついてこい。あんたら死者も食べる。今の時期釧路川に押し寄せる。俺たち釧路のアイヌは死者もを取る習慣がないんだが、今俺のコタンはひもじくてね。这点够牛山吃吗？そうそう。ところで、あんたこれなんだか知らんか？エトゥピリカだ。なんだって？アイヌ語でくちばしが美しいという意味の海鳥だ。これはくちばしの部分だよ。異性を引きつける飾りみたいなもんで。所以这个犯人也是阿伊努族人吗？土方阵营总是有很多外援。牛山是無敵的。私は大昔に京都であの男に会ったことがある。人斬り陽一郎。幕末に用心など何人もの暗殺を行った殺し屋だ。就是这一点啊。这都头发花白了。
这还挥得动刀吗？也可能是装的。じじい、まっすぐ歩けや。お前も若いんだから避けろよ。なんだとてめえ。じいさん、大丈夫か。今の。あのじじい見てると気がめいるぜ。だいたいなんでアイヌの服着てんだよ。アイヌの淳は乾くの早いんだよ。知らねえの。やんのかこら。あ、やんのか。あんた、故郷や家族は。名前は。さあ、何だったかな。本来他的名儿也是个假名儿，他已经不知道自己到底是谁了。そうです。人斬り陽一郎を殺しても引き渡す相手がいないんです。俺らの依頼人は人斬りに殺された幕府の要人の遺族だ。わざわざ出向いて手ぶらで帰れるかよ。顔の確認ができるのはあんただけだ。最後まで付き合ってもらうぜ。だったら急いだ方がいいです。看来真的是位人物，很难打。捜索を命じられた監視は私だけじゃない。要人たちの遺族は資格を他にも送り込んでいるはずです。この村長は土井新蔵という和人をよく知っているそうだ。このコタンに住んでいたと言っている。やはり人斬り陽一郎は根室にいたか。30年ほど前にこのコタンに流れ着いてアイヌの女と結婚したらしい。この村で静かに暮らしていたが、8年前恨みがあるという和人がやってきて。他在外太多仇人了。土井新蔵は妻を取り戻すため和人を殺めて網走監獄へ。しかし妻が病気となり先が短いことを知ると網走監獄を脱走してきた。妻の最後を見とるとこのコタンを出て近くの漁場で働いているそうだ。那他也太厉害了吧！他还是逃越狱了的。何やってんだあのじじい。働きもしねえで。今日の朝小便も。感觉他都已经没什么活头了。うちのじいさんも似たような感じで寝たきりになってすぐに死んじまった。哦天哪，他要去找他的妻子孩子了。じいさん、何やってんだよ。勘弁してくれよ。目の前で死なれたら寝覚めが悪いだろうが。俺なら溺れ死ぬなんて苦しい死に方やめとくけどな。それともボケて海が風呂場にでも見えたのか。死に際もわからなくなる前に。他可能感觉到仇人要找上来了。チンピラが5人くらいで囲んでくるもんだから一番強そうなやつの頭を石でかち割ってやったなよ。本当かよ。じいさんすまんが昼飯食ったら荷物をまとめてくれ。誰か迎えに来てもらえる者はおらんのか。自分で歩けるうちに出て行ってほしい。あ？どうだ、ここにいるか。いた、あのじいさんです。なんだいあんたら。どけ。貴様が人斬り陽一郎か。人斬り？そのモロクじいさんが？人違いじゃないのか。人斬りとは真逆の人間だぞ。網走監獄で入れた炭が上半身にあるはずです。確認しろ。へい。
瘦骨嶙峋了都。他还认得出刀。哇，这什么空间能力吗？哇，宝刀未老吧，属于是。还有这种肌肉记忆在。太帅了，土方！哇，帅帅的，年轻的，所以，哦，所以他可以就是瞬间复刻出他们曾经的样子哦，还是年轻的记忆。哦，好喜欢。他都记得，门儿清。又来一波人，都不是土方的对手，牛山都还没出场呢。哦，我去！只要拿上了刀，他就变了另外一个人，年轻的他。用刀来对决吧。连背景都是以前的样子，快很准。又让我想到混沌武士了。他打不过土方。強いじいさんだったんだな。説得して仲間に引き入れるのか？いや、あいつはもう。他还记得要跑吗？他找他的妻子吗？先生！勤労主義が日本国を身分差別のない良い国にすると、そういうあんたの理想を信じて俺は汚れ仕事を請け負ったんだ。他被出卖了，被刺了。俺を守ってくれないのか？トカゲの尻尾切りじゃないか。裏切り者、裏切り者。哦。俺はすっぽくなって嫌だ。こんな死に方嫌だ。已经是阿伊努的葬礼了。
日露戦争に勝ったところでロシアの南下は止まらない。事実、戦争継続が不可能だった日本は賠償金が取れず樺太で妥結した。明治政府の主導は限界に近い。別の手段が必要なの。北方の守りを委ねるべく北海道を独立させ、海外から移民を募り多民族国家を築く。陽一郎、俺はまだ日本のために戦うぞ。啊，头发。土方歳三、あんたが若いのは時間が止まっていたからなんだな。俺は疲れたよ。長く生きすぎた。他的时日已经到了。犬堂俊介から取り返してきたぞ。この辺りにしかいない海鳥だそうだが、根室を忘れないように。哦，他都记得。今楽にする。いや、このままでいい。楽に死ぬのは申し訳ない。这是他的惩罚。俺は金の葉の道具だった。アイヌとは人間という意味だそうだ。俺はこの土地に流れ着いて人間として生きた。自分だけ申し訳ない。他也被阿印度族的女人所拯救了吧？私は函館で死ねなかったことを負い目になどしていない。役目があるから生き残ったんだ。まだまだ走れる。そうだろ、ガムシン。他的意志其实还残留着，跟随在土方的身边。不愧是，我就知没有头发了。カラフトではモニフンペと呼んでる。クジラ肉か。腹ショーだぜ。クジラ肉には味噌が欠かせないんだけど、さすがにロシア領ではどこにも売ってないよな。感觉好嫩啊！あれ？なんで杉本の味噌持ってんの？私が已经是挚愛。荷物が多いから。还怪好的呢，怪贴心的。餃子ニンニクとニリンソウ、杉本からぶんどった味噌で作ったクジラ汁だ。うまい。やっぱ日本人は味噌だぜ。杉本のおさま、ついに亡くなってしまう。哦。日本に戻ったら買い足せば？杉本のおさまじゃなきゃ嫌だ。うちまた食えるよ。太可愛了。変な。啊！尾形、お前、今何やっていた？もう一回言えるか？ほら。太可愛了。今、なって言ったよな。可愛的表情。この赤穂に滞在するの？もうしばらくさ。赤穂監獄のその徴収にはただ面会しに行くわけじゃないんだよな。ソフィアを脱獄させれば監視はソフィアを追ってくるだろう。そりゃそうだ。だから赤穂監獄の囚人250人を脱果然是要去帮他的同志们越狱呢。ソフィアに絞れない。
どうやって250人も一緒に逃がす？監獄の複数箇所の外壁を同時に爆破する。どこにそんな爆薬があるんだ？手に入れるのだって足がつくぞ。あれだ。あの建物は東大だ。日本がまた侵攻してきた場合に破壊するための爆薬が支給されている。哦，里面本来就有一些。あとは待つ。あれが来れば条件が整う。什么？我觉得每次跟土方相关的剧情情节都自带一种沉郁，或者说是极具时代感的气氛氛围吧。而且一方面是描绘了这个用一郎这一个类似于是过时的一个杀人机器的一个末路，其实也映射出了就是土方他的一些思想。用一郎怎么也不算是一个被旧时代所抛下的人呢？能看出他过去的经历是既残酷血腥，又是令人可怜的吧。真的就像他的这个名字一般吧，他刀一出鞘，他就还是曾经那杀戮状态，感觉他的这个人生已经被杀人所定义、所框住了。即使他都已经年迈的需要别人去照顾了，留下的只有那一丝丝斩的本能吧，算是。我还是挺喜欢他们的设计的，就通过这种马赛克的切换，好像整个这个过程又带回到了曾经的模样，不管是人还是这个背景。但是同样作为这种旧时代的移民吧，就土方他其实就跟用一郎完全不一样，他还有力气向前奔跑，还在新的时代中寻找新的价值，他并没有去做一个亡灵。当然了，用一郎他毕竟其实很早就已经开始回归到家庭了，他已经被困在这样的过去了。一旦他的前半生被刀和杀戮所定义，那离了刀他还真的有存在的意义吗？当然土方的回答肯定是他还要继续的战斗。很有意思的也是土方最后评价用一郎是他认为纵观历史他的思想可能是正确的。我觉得他这里指的就是并不是说是在认可他杀人啊，或者说是为了拥护尊皇啊等等，我觉得他更像是在说在这种国家生死存亡的阶段需要这种非常规的力量，而也正是这种就是极端者可能才能去推动这种历史吧。他可能想承认的或者说是认可的是这一点，也能一直看出来土方对于明治政府的一个失望吧，所以他也才从旧时代的这种武士转换成了这种追求北海道独立的战士。他现在在构想的是个全新的政体，去融合阿伊努族、日本，可能还有一些俄国边境的这些少数民族的自由之地吧，然后呢可以去摆脱这个明治政府。所以其实也能看出来，可能多多少少土方跟魏鲁克或者说是自兰克他们的整个政治思想是有一些重叠的部分，核心目标都是去追求这个民族的自主和解放吧，这些都是需要这一大笔黄金才能促成的。但是其实这三个人又有些许的不同，我觉得魏鲁克他肯定就是在尤其后期吧转变成了可能温和改革派，基鲁兰克更像是这种民族革命派，并且更加的现实吧，算是现实主义的行动者。土方给我的感觉更像是这种武士精神的延续，同时也是一个历史的实用主义者，边疆独立的倡导者。真的是非常感动的一集嘛，就是故事也是讲得非常深入人心。用一郎他也说，就是漂泊到这片土地，他才真正的成为人，也一定是就是家庭的爱、妻子的爱给予他的。让我其实想到了威鲁克吧，我记得威鲁克他的妻子也就是阿西帕的妈妈，也是带给了威鲁克类似的感受吧，很可能。都是在这一些温情中，让这些就是战士们，尤其是就已经打过仗的士兵们，能够守住人性的一角，或者说是有一个精神的锚点。那这一视频要结束啦，我们下次再见了，拜拜。